え、今年が安いエアコンを買うラストチャンスだって？そうなんです。2027年に国の定めた省エネ基準が変わり、今あるエコじゃない安いエアコンは市場から駆逐されてしまうんです。でもセカンド部屋や子供部屋、寝室などに安いエアコンを取り付けたいって方は多くいらっしゃいますよね。それを狙っていた方は来年以降困ったことになるかもしれません。今回は大手5社の比較と、いくつかのメーカーでは今年省エネ基準をクリアしたエアコンが出てきたので、一体何が変わったのか、そして価格はおいくら万円になってしまったのか、徹底解説していきます。来年以降どうなってしまうのでしょうか。はじめに2027年問題について簡単に触れておきます。これは昨年48万回再生された動画でも解説しましたが、今から4年前、2022年5月に経済産業省が定めた次期省エネ基準のことです。2027年以降はこの基準を達成しないと販売できなくなることが決まっています。これだけを聞くと大した問題ではないように思いますが、問題なのはこのハードルがかなり高く、各社のラインナップのエアコンのうちミドルクラス以下のエアコンは全て消え去ることを意味しています。つまり皆さんが安いエアコンが欲しくなったとしても、最低でもミドルクラスの高いエアコンしか買えないというわけです。昨年まではそんなことはない、不安を煽るなだとか、きっと価格は抑えられたモデルが出るはずだよと言っていた人もいましたが、実は今年いくつかのメーカーで省エネ基準を達成したエアコンがすでに発売されています。結果は8から10万円近く値上がりしてしまっています。この状況はかなり厳しいと言わざるを得ないでしょう。量販店に行くと、こちらのエアコンは省エネとなっていますので、電気代が安く、ランニングコストで結局本体代の元が取れるんですよねと店員に案内された方もいらっしゃるかもしれません。しかしそれはリビングにつけるような14畳クラスのエアコンであって、今回ご紹介するような格安エアコンはそれに該当しません。そもそも格安エアコンはリビングというより滞在時間の少ないセカンド部屋や出費を抑えたい子供部屋などにつける人が多いです。その場合、そもそも運転時間が短いのでランニングコストの話自体がナンセンスなんですよね。このように今大激震中のエアコン業界、格安エアコンが欲しい場合は今年がラストチャンスになりますので、ぜひ後悔のない選択をしてください。なお、省エネ達成エアコンはどこら辺が変わったのかはこの後引き続き解説していくとして、いつどこでどれくらいのパワーのエアコンを選べばいいかについてはこちらの動画で詳しく解説していますので、気になる方は後で参考にしてみてください。それでは早速大手5社、ダイキン、三菱電機、パナソニック、日立、富士通ゼネラルの比較をしていきましょう。まずは省エネ基準。これは冒頭に触れた2027年問題の各社の対応状況です。2026年現在、すでに2社が対応品を売り出しています。これはつまり2027年問題をクリアするエアコンがどういうものになるか、ある程度わかるってことなんですよね。まずパナソニックの省エネ対応品は C シリーズというモデル名で追加されています。対応範囲はまだ狭く、6から10畳までとなります。来年消滅が予定されている従来の格安 J シリーズとの違いは大きく分けて2つ。1つ目は熱を運ぶのに必要な冷媒ガスの量です。J シリーズのおよそ2倍封入されています。2つ目は室外機の大きさです。室内機の大きさは変化なしですが、それでは省エネ基準をクリアできず、代わりに室外機がその分大きくなりました。6畳用の室外機を比較してもその差は明らかで、体積比で 1.5 倍、18畳用の室外機と同じ大きさです。日立は23畳までの対応済みの E シリーズを新展開。こちらもそれまで下位モデルであった D シリーズと比較すると、パナソニック同様冷媒の封入量が増え、パナソニックとは違い室内機の方が大きくなりました。幅、高さ、
奥行きすべてが大きくなりましたが、特に奥行きが増えました。こんな風に省エネを実現するには、冷媒量を増やしたり、冷暖房効率を良くするために、室内機、室外機を大型化するのが主な手段になります。当然お値段も上がりますが、そもそも置けないご家庭も出てくるかもしれませんね。続いて暖房能力。パナソニック、日立はあえて省エネ基準対応済みの製品で比較していきます。このグラフは各メーカーの6畳から18畳用の暖房最大能力です。横軸が適用畳数、縦軸が暖房能力となります。この数値が高いと暖房がよく効くのに加え、温まるまでの時間も短くなります。14畳モデルから性能が上がっているように見えますが、これは14畳を境に電源が 200V となることが多いからです。コンセント形状も変わってきますので注意です。6から12畳クラスのモデルでは省エネ対応済みのパナソニック、次いで日立が優秀です。14畳以上となると同じく日立が最も優れており、富士通ゼネラルが他社と比較すると大きく見劣りします。このように適用畳数によって傾向が変わるので、自分の狙っているモデルはどうかチェックしておくといいでしょう。続いて冷房最大能力。10畳まではパナソニックの省エネモデル、14畳モデルのみ日立の省エネモデルが優秀です。こうして見ると新しく出た省エネモデルはスペックが高いです。ただしこれはある意味当たり前で、スペック値的には各社の現ミドルモデルに相当するからです。それはつまり来年以降は現ミドルクラス以上のモデルしか存在できなくなるといった方が正しいかもしれません。もちろん価格も上がります。国が省エネのハードルを上げすぎたせいで誰も嬉しくない結果となってしまいました。なお口コミでは各社のエアコンのパワーに関して満足されている方が多かったですが、上位モデルと比べると数値で見劣りする分、特に暖房の効きを指摘する声が多かったように感じました。次に電気代。6畳から10畳モデルの年間電気代を記しています。省エネ未対応モデルは各社狙ったかのようにほぼ同じ。そして省エネ対応品同士もこれまた同じです。これは各社省エネ法で定められた目標値ギリギリで競っているからです。とはいえ省エネ対応品であるパナソニック、日立で比較すると同じ電力でもパナソニックの方はパワーがあります。省エネの技術は日立よりパナソニックに分があるでしょう。この電気代は基幹消費電力量というスペックから算出しています。条件が東京木造住宅で10ヶ月の期間、夏は27度、冬は20度の設定をし、1日18時間運転をした想定となっています。1日18時間は一般家庭で考えるとかなり長い部類に入りますが、一方で設定温度の冬の20度は肌寒く感じる方も多く、かなり節約している設定です。この温度設定は環境省が推奨しているものですが、環境省の調査によると冬の暖房設定温度の平均は 22.6 度、20度以下に設定している方は全体の3割以下にとどまります。一方、夏の冷房設定温度の平均は 26.8 度、27度以上の設定は全体の 65% です。これだけ見ても冬の20度を基準とするのは少し厳しめといったところでしょうか。また冬の暖房温度設定は結構バラバラですが、夏の冷房設定温度は26度から28度が多く、これだけで全体の8割を占めます。たかが数度と思うかもしれませんが、設定温度を1度変えると電気代が 10% 変わると言われています。節電したい場合は風量を強くする方が電気代には優しいです。皆さんはエアコンを何度に設定していますか？ぜひコメントでいただけると嬉しいです。次に特徴です。昨年モデルからの進化はなく、ほぼ据え置きです。ダイキンの特徴は水内部クリーンとスイング圧縮機。
水内部クリーンとは、冷房運転で発生した結露水で熱交換器の汚れを洗浄してからストリーマー照射し、カビや匂いの発生を抑える機能です。ストリーマーとは同社の空気清浄機にも搭載されており、プラズマ放電によって発生する高速電子が空気中の酸素や窒素と結合することで分解素を生成。これがカビや匂いを酸化分解するというものです。ただし、この洗浄運転はそれなりに長く、また室温上昇があるので外出時などに行うといいでしょう。スイング圧縮機はダイキンが採用している圧縮機で、他社はロータリー圧縮機を使っています。ブレードとローラーが一体化されている構造により、金属と金属との衝突や摩耗が少ないので耐久性が高く、静音性にも優れているという特徴があります。次に三菱電機の特徴はフロアアイと外せるボディ。フロアアイとは赤外線センサーのことで、これが床温度を測定、部屋の温度ムラを感知し快適運転するというものです。上位モデルほど複雑な動きはできませんが、下位モデルでの搭載は嬉しいですね。外せるボディはユーザーがパーツを取り外しお手入れができるというものです。上位モデルのようにフィルターカセットは取り外せませんが、前面パネルやフラップを簡単に取り外してお手入れできます。続いてパナソニックの特徴はナノ EX 内部クリーン。ダイキンと似ていますが、運転後に自動でスタート。結露水で洗浄した後乾燥。その後ナノ EX を充満させ清潔をキープします。すでに生えてしまったカビを除去することはできませんが、カビの成長を抑制することができます。他社と比較すると特徴としては少し見劣りするでしょうか。なお、運転停止後内部クリーンが始まりますが、あれまだ動いてるなぁと再度停止ボタンを押してしまうと、クリーン機能が途中停止してしまうので注意が必要です。次に日立の特徴は同社最大の特徴である凍結洗浄。熱交換器を結露水により凍らせ、蓄えた霜を一気に溶かし汚れを洗い流す機能です。結露水による熱交換器洗浄はダイキンをはじめパナソニックなど各メーカー搭載されていますが、凍らせるのは日立だけです。室外機にも対応しています。実は結露水だけでは水の量が少なく、カビや油汚れといった粘着性のある汚れは落としづらかったり、暖房運転時はそもそも結露水が発生しません。そのため凍結により発生した霜を一気に溶かすことで十分な水量が得られ、高い効果が期待できるわけです。上位モデルとなると排水トレーまで凍結洗浄します。また通風路やフラップ、フィルターまでステンレス製で汚れづらいのも特徴です。フィルターも網目が細かくフラットなタイプです。日立は清潔性に最も力を入れているエアコンと言えるでしょう。続いて富士通ゼネラルの特徴は加熱除菌です。結露水洗浄した後の熱交換器を55度以上に加熱することでカビや細菌を除菌します。よく日立の凍結洗浄と比較されますが、カビは低温では成長が遅くなるだけで死滅はしませんが、熱には弱いです。一度生えてしまったカビという点では富士通の方が有利でしょう。全然関係ない話ですが、シャチパンの好きなお風呂の温度は42度です。なお、各社の洗浄機能によりエアコンが清潔に保たれますが、掃除が不要となるとはどのメーカーも謳っていません。掃除の頻度は落としてもいいのかもしれませんが、必要になりますので定期的な掃除は心がけた方がいいでしょう。ちなみにカビが生えやすい場所はエアコン内部の熱交換器、ファン、そして排水経路であるドレンパンになります。熱交換器だけではないので注意が必要です。続いて本体価格です。各社の6畳から10畳用買いモデルの家電量販店モデルと住宅設備用モデル、そして省エネ対応モデルの価格を記しています。
住宅設備って何？と思われるかもしれませんが、家電量販店モデルは文字通り家電量販店で売られているモデル。住宅設備用モデルは工務店やハウスメーカー、ネットでの取引もあるモデルです。両者は型名も似ているのでややこしく感じますが、買いモデルにおいてはご覧の通り住宅設備用モデルの方が安い傾向です。特に安いのは三菱電機、パナソニック、日立ですが、買いモデルの住宅設備用エアコンは家電量販店モデルから機能制限されていることが多いので、安いからといって安心はできません。機能制限項目はこちらになります。こうしてみると、富士通ゼネラルは目立った機能制限なし、ダイキンはフラップの左右オートスイング運転がなし、安価な三菱電機、パナソニック、日立はだいぶ機能が制限されています。安いのは安いなりの理由があるのです。ここらの機能が不要でシンプルなエアコンが欲しいということであればいいですが、ご購入を検討中の方はこのような違いがあることを知っておくといいでしょう。なお、残念なことにこのご時世からか、昨年同時期より1万円程度高騰しており、割安感はやや薄れました。そして今回大注目の省エネ対応品はお話にならないほど高いです。家電量販店モデルと比較しても8万から10万円ほどの高騰が見込まれるでしょうか。かなりのインパクトです。これはそもそもミドルクラスのエアコンなので、高いのは当然といえば当然です。しかしこれが来年からの省エネ対応のベーシックモデル、いわゆる買いモデルとなるという現実は受け入れていかねばなりません。何度でも言いますが、滞在時間の少ない部屋や子供部屋のエアコンでもこのクラスのモデルになりますし、さらに言えば室内機、室外機も大きくなるので、そもそも設置スペースがないという方も出てくるかもしれません。運転時間も短いなら、いくら省エネ性能が良くても本体価格差の分の元を取ることも難しいでしょう。最近補助金制度があるから大丈夫みたいなことを言っている YouTube やブログ記事、テレビニュースがありますが、これもシャチパンからしたら別に全然手厚くありません。事の発端である国の対応は住宅省エネキャンペーン。これは新築とリフォームを対応した補助なので、多くの方は該当しません。個々の買い物である補助は各種自治体に委ねられているのが現状です。よってお住まいの地域によっても手厚さが違ってきますが、よく手厚さの一例として挙げられる東京都の最大8万円のゼロエミポイント。これ中身を見ると15年以上経過したエアコンを持っていて、リビングにつけるような高出力エアコンを買う場合じゃないと手厚い補助が出ません。6畳クラスのエアコンは通常買い替えで1万5000円。古いエアコンを持っていた場合でも5万円です。これは東京の一例ですが、まず自治体によって補助が異なり不平等なのに加え、手厚いと言われる東京でも足が出るということは覚えておいていいでしょう。なお、機能制限を加味するとこのようになり、ダイキンがやや高価で、その他のメーカーは横並びといったところでしょうか。続いて口コミです。口コミ数百件分のデータをまとめました。ダイキンはエアコン世界売上高ナンバーワンを誇っているだけあり、非常に人気で耐久性、安定性が好評でした。また2年前から室内機のサイズが変わり、高さがコンパクトになりました。他社と比較しても設置性は高そうですが、その分前への出っ張りは少しあります。それから24時間365日のサポートがいいという声がありました。悪かった意見としては、エアコン内部洗浄の乾燥時間が長いため少し生ぬるい風が出てしまい、せっかく冷やした部屋が暑くなったという意見があった程度で、目立った酷評が少なかったです。続いて三菱電機です。お手入れがしやすいと好評でした。三菱電機は全機種通してユーザーのお手入れのしやすさに重点を置いています。それからモデルにもよりますが、室外機が他社より小さめなのも好評でした。また
三菱エアコン霧ヶ峰は全てが日本製、そこがいいという声がありました。悪かった意見としては、上下のスイング運転はありますが、左右のスイング運転が手動である点、それから各社そうなのですが、室外機が少しうるさいという意見が他社より多く感じました。次にパナソニックは最低出力運転がいいという声がありました。他のメーカーは最低出力が 0.7 から 0.8kW ですが、パナソニックは 0.4kW 程度まで出力できます。これの何がいいかというと、微妙な室温の時に普通はオンオフ運転を繰り返しますが、ギリギリまで室温を制御することができます。それからナノイーがいいという意見がありました。花粉や匂いに効果があります。またアプリも他社と比較して使いやすいと好評でした。外出先から遠隔操作できます。悪かった意見としては、ダイキン同様内部乾燥時に少し熱くなること。他社も同じですが、アプリの出来はいいのに住宅設備用は無線 LAN アクセサリーが別売りなのが残念という声がありました。続いて日立はパナソニック以上の最低出力運転が好評でした。日立はパナソニックよりも高い水準の 0.2kW まで制御できます。これにより止まることが少なく、湿気戻りに多少強いでしょうか。湿気戻りとは梅雨や夏の時期に起きるもので、設定温度に到達し運転が停止した後もエアコンのファンが回り続けることにより、結露した熱交換器の湿気を室内に戻してしまい、部屋の湿度を上げてしまうというものです。それから凍結洗浄、ステンレス製の作りに清潔性を期待する声が多くありました。悪かった意見としては、室温設定が他社は 0.5 度刻みなのに対し1度刻みで残念という声がありました。せっかく最低出力運転のスペックが高いのにもったいない気がします。また一部ですが、水飛びを指摘する声がありました。次に富士通ゼネラルは特徴でもある加熱除菌によるカビ抑制を期待する声が多くありました。また室内機の形状が他社と違い、奥行きはあるものの幅と高さを抑えた設計となっているので、狭い場所にも設置できたという声がありました。先ほどの湿気戻りも設定温度到達時にファンを停止する省エネファンという機能があるので、ある程度効果が期待できます。ただしファンが停止するということは空気の対流が起きなくなるので、エアコンの室温検知が鈍くなります。室温が上がって再度冷房がつくタイミングは少し遅れる可能性があるでしょう。悪かった意見としては、加熱除菌中は部屋が暑くなる、全面カバーの環合部が悪いのか、一度開けると閉めづらいといった声が上がっていました。最後に満足度です。これは現モデルから一つ前のモデルを対象とした5点満点の満足度平均点数です。過去集計した結果からどう推移したか見てみましょう。横軸が時間軸、縦軸が満足度点数。満足度は買いモデルながら全体的に高めな傾向。やはり価格が安いのが大きいでしょうか。ダイキン、三菱電機、パナソニックは横ばい。富士通ゼネラル、日立は少し点数が下がったでしょうか。そんな中、今年もダイキンが最も高得点で、次いで三菱電機でした。ダイキンはシャチパンが買いモデルを調べ始めた4年前から常に首位をキープしており、王者の貫禄を見せています。三菱電機は過去いろいろありましたが、評判は回復したと言えるでしょうか。参考にしてみてください。一言まとめ。お手入れのしやすさ重視で、室外機も小さめなものがいい方は三菱電機。ナノイーやアプリの使い勝手に魅力を感じた方はパナソニック。凍結洗浄やステンレス構造など清潔大好きな方は日立。カビ撲滅委員の方は富士通ゼネラル。最後に安定性、耐久性に定評のある人気のエアコンであればダイキンが候補でしょうか。今回ご紹介した内容を踏まえつつ、量販店などで最終確認をしてみてください。それから本機をお持ちの方でご意見や使用感、
2027年問題について思ったことなどもしございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね